フルーツグラタンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフルーツグラタンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、寒い時期に食べたくなるあったかスイーツレシピをご紹介していきます。今回はですね、カスタードクリームを下地にして、その上にフルーツをたっぷり乗せてグラタン風に仕上げていきます。このカスタードクリームなんですけれども、電子レンジで簡単に作っていきたいと思います。さらにですね、焼く時もトースターで焼くことができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにカスタードクリームの材料からご紹介します。材料はこちらです。卵黄、牛乳、生クリーム、グラニュー糖、薄力粉、バニラオイル。カスタードクリームはこちらの6つの材料で作っていきます。まずカスタードクリームなんですが、今回は生クリームも加えていきます。生クリームを加えるととても濃厚な仕上がりになります。もしない場合は牛乳だけで代用していただいても OK です。その場合は牛乳を 300ml 使うようにしてください。そしてグラニュー糖ですね。こちらは普通の白砂糖を使っていただいても OK です。さらに香り付けで今回はバニラオイルを使っていきます。もしバニラオイルがない場合はバニラエッセンスでも OK です。バニラエッセンスはアルコールなので少し香りが飛びやすくなります。なのでおすすめはバニラオイルです。より本格的にしたい場合はバニラビーンズとか、あとはバニラビーンズペーストなどを使っていただくといいかなと思います。そして使うフルーツの材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、ブルーベリー、オレンジ、キウイ。今回はこちらの4つのフルーツを使っていきます。フルーツに関しましてはお好みのものを使ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、それでは作っていきます。まず最初にフルーツから切っていきたいと思います。キウイはですね、まずヘタを取り除きます。包丁を入れ込んで、そしてくるくるっと一周させます。あとはね、一周させたら引っ張ります。よいしょ。はい、こんな感じでヘタを取ってください。後ろも同じように取っていきます。はい、こんな感じです。あとは縦に剥いていきます。この時ね、ピーラーを使っていただいてもいいかなと思います。はい、剥きました。そうしましたら縦半分に切ります。そしてだいたい1センチ幅で切っていきます。切り方はね、お好みの切り方をしていただいて大丈夫です。はい、キウイはこのように切ってください。それでは続いていちごです。いちごはまずね、ヘタを切り落とします。そして半分に切ります。はい、こんな感じです。いちごは2等分にしていきたいと思います。いちごもね、いろんな大きさがあると思うので、この切り方もお好みの切り方で切ってみてください。ではね、残りも切っていきます。はい、いちごはこれで OK です。続いてオレンジです。オレンジはですね、まず皮ごと半分に切ります。縦半分に切ってください。続いて4等分にします。4等分にしたらね、さらに半分にして全部で8等分にしていきます。全部はね、使わないと思うので使う分だけね、やってください。そしたらですね、切り口を下にしてこのね、真ん中の部分を切り落とします。あとはですね、この実の部分と皮の間に包丁を入れて皮を剥いていきます。この時ね、手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、こんな感じです。オレンジはこのように切ってください。では残りも同じように切っていきます。はい、オレンジはこのように切ってください。それでは続いてブルーベリーです。ブルーベリーはですね、水にだいたい10分ぐらい浸して、そして軽くね、表面を洗ってください。そして水を切って、あとはですね、こちらはしっかりとキッチンペーパーなどで水分を拭き取っておきましょう。それでは続いてカスタードクリームを作っていきます。ボウルの中に卵黄3つを入れてください。そしてまず卵黄だけを軽く溶きほぐします。はい、このように溶きほぐしてください。それでは続いてグラニュー糖を加えていきます。グラニュー糖を加えたらすぐかき混ぜるようにしてください。少し時間が経ってしまうと、このグラニュー糖が卵黄の水分を吸ってしまってつぶつぶができてしまう時があります。必ず加えたら手早くすぐ混ぜるようにしてください。では加えます。一度に入れちゃって OK です。そしたらよく混ぜましょう。はい、OK です。
このように少し白っぽくもったりするまでしっかりと混ぜてください。だいたい1分から1分30秒ほど混ぜてみてください。そうしましたら続いてここに生クリームを加えます。そしてよく混ぜましょう。そしてよく混ざったらここに牛乳を加えます。よく混ぜます。今度はですね、グラニュー糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりと混ぜてください。はい、OK です。そうしましたら続いてここにバニラオイルを加えます。バニラオイルは油なのでこのタイミングで入れて大丈夫なんですけれども、バニラエッセンスの場合はアルコールなのでこの後電子レンジで加熱するんですが、その加熱した後に加えるようにしてください。そうすると香りが飛びにくくなります。ではよく混ぜます。はい、よく混ぜてください。そうしましたら続いてここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉はダマになりやすいので必ずふるって加えるようにしてください。そしてよく混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかりと混ぜるようにしてください。はい、このようにきちんと混ぜてください。そうしましたらここにふんわりとラップをかけます。そしてこのように空気の出入り口をね、1箇所作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、今2分加熱しました。そしたらね、一旦ラップを取り外してください。今ね、まだシャバシャバの状態です。少し生地が温まった状態になります。そしたらこのタイミングで一度ね、しっかりと混ぜてください。そして生地の温度をまず均一にさせていきます。はい、そしてよく混ざったら先ほどのラップをもう一度ね、かぶせてください。そしてまた同じように空気の出入り口を1箇所作りましょう。それではですね、また同じように電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分加熱しました。そしたらまたね、ラップを外してください。2分するとね、少し固まってきます。これをですね、均一になるようにしっかりと混ぜてください。こんな感じでちょっと固まってるの分かりますかね。で、これをよく混ぜましょう。表面にね、先ほど泡があったと思うんですが、一度混ぜるとその泡もなくなってきます。このように滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。そうしましたら先ほどのラップをもう一度かけてください。同じように空気の出入り口を作ります。それでは最後にですね、仕上げで電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたらね、ラップを取り外します。今全面このように固まっている状態です。そうしましたら最後ね、もう一度しっかりと混ぜてください。もしかしたらね、電子レンジの種類で適正な加熱時間が変わる場合があるので、その時はね、様子を見ながら加熱時間は調整してみてください。このように滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。このまま使っていただいてもいいんですけれども、これをですね、一度こしていただくとより滑らかな仕上がりになるので、今回は一度こしたいと思います。こちらの工程はマストではないので、より滑らかな仕上がりにしたい場合はやってみてください。はい、それではね、一度こしていきたいと思います。できるだけね、網目の細かいものでこすようにしましょう。こんな感じでこしていきます。このようにね、一度こしていただくとダマだけではなくて卵黄の膜とかもね、取り除くことができるので、本当にとても滑らかな仕上がりになっていきます。はい、OK です。このように一度こしていただくだけでとても滑らかなクリームに仕上がります。カスタードクリームはこれで OK です。それではですね、このグラタン皿の中にカスタードクリームを入れていきます。この中に入れていきます。今回はね、このようにカスタードだけなんですけど、中にスポンジを少し入れても美味しいと思います。はい、でこのように入れたら竹串などを使ってぐるぐる回します。表面をね、平らにしていきましょう。はい、このように表面をならします。そうしましたらここにね、フルーツを乗せていきます。乗せ方はお好みなので自由にね、トッピングしてみてください。では乗せていきます。キウイがちょっと大きかったので、さらに半分にして4等分にしました。こちらはですね、器の大きさに合わせてフルーツの大きさも調整してみてください。ちょっとね、中に埋め込むイメージですね。次、いちごです。はい、そしてブルーベリーも乗せていきます。
はい、このようにね、結構ぎっしり詰めました。それではですね、カスタードに少し焼き色がついてくるまでトースターで10分から12分焼いていきます。温度で言うとだいたい220度から230度になります。こちらのワット数や温度はお使いのトースターによって仕様が変わってくると思いますので、近いワット数や温度で焼いてみてください。それでは焼きます。はい、いい感じに焼き上がりました。こんな感じでね、クツクツしてます。それではですね、最後仕上げに粉糖をかけたいと思います。この粉糖はですね、分量外なのでお好みで OK です。はい、これで完成です。はい、これでフルーツグラタンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにフルーツもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そして中のカスタードもトロトロで美味しく仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。もうこのカスタードの部分がすごく濃厚で、このフルーツの酸味がすごく合います。はい。ということで、今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツグラタンのポイントです。まず使うフルーツなんですけれども、今回はイチゴ、オレンジ、キウイ、ブルーベリー、こちらの4種類入れました。このフルーツに関しましては、お好みのものを入れて作ってみてください。そしてカスタードクリームを作る時のポイントです。まずですね、卵黄を軽く溶きほぐして、その後グラニュー糖を加えてください。そしてこのグラニュー糖を加えたら手早く混ぜるようにしてください。この時に少し時間を置いてしまうと、グラニュー糖が卵黄の水分を吸ってしまって卵黄のつぶつぶができてしまう時があります。なので卵黄にグラニュー糖を加えたら白っぽくなるまでしっかりと混ぜてください。そして今回はですね、カスタードクリームを電子レンジで簡単に作りました。この電子レンジで作る場合は加熱した後にしっかりと混ぜるようにしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。今回は 600W の電子レンジで加熱してるんですが、もし 600W がない場合は 500W で加熱してください。その場合はだいたいプラス20秒ほど加熱していただくといいかなと思います。そして今回はカスタードクリームにバニラオイルを入れてます。バニラオイルがない場合はですね、バニラエッセンスで代用してみてください。このバニラエッセンスを入れるタイミングなんですが、電子レンジの加熱が終わってから最後に加えるようにしてください。そうすることで風味が飛びにくくなります。そしてですね、今回はトースターで焼いて仕上げました。このトースターの焼き時間に関しましては、トースターの種類によっても変わる場合がありますので、表面のカスタードの部分に少し焼き色がつくまで焼いてみてください。今回はね、トースターで焼いてるんですが、オーブンでも作ることができます。オーブンの場合はですね、だいたい230度ぐらいの温度で10分ほど焼いてみてください。こちらもですね、オーブンの種類によって適正な温度と焼く時間が変わる場合がありますので、目安にしていただけたらと思います。あとは出来上がったらお好みで、こちら分量外ですが、粉糖をかけて召し上がってください。このフルーツグラタンに関しましては、温かいままでも美味しいですし、少し冷やしてから召し上がっても美味しく食べれます。ぜひ両方試してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい。ということで、今日はフルーツグラタンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。